佐伯さんはもうちょっとさっき最初は抵抗あったっていう話を聞いたんですけど、はい、触るのも抵抗あったんですか？そうですね、だいぶ昔はその昆虫で遊ぶような小学校時代だったんですけど、食べるようになって、内山さんのバッタ会に参加して、で大きなカマキリがいて、それをパッと取ろうとしたらちょっと躊躇する自分が分かって、これはしばらく疎遠だからもうなんか躊躇なくそのカマキリをつかめなくなってると思って悔しくなっちゃって、それで意識的に自分でリハビリと称して虫を取ったり捕まえたり飼ったりっていうのをまた再開をしました。それ多分この動画を見てる人の中でも食べてみたいけどちょっと怖いなっていうのがあると思うんですけど、人もいると思うんですけど、どうやってリハビリしてたらいいですか？もう慣れですね。もう捕まえ損ねるというのをもう常にやり続けるかなと思います。そうですね。であとはもう失敗して潰してしまっても後で食べればいいので、そういう意味でヘマというか誤って殺してしまった罪悪感っていうのは後で食べてしまえばなんとなくそうですね。そうですね。なんかもう罪悪感をあまり感じずに済むっていう感じがあります。じゃあもう例えばその虫が気持ち悪いっていう感情も分かるっていうことですよね、最初の。そうですね。昔はそうだったわけなので、そういうのがそういう人にとってはその気持ち悪いとか苦手だっていう気持ちが永久不変なものと思い込んでほしくないって感じですかね。徐々に変わります。急には変わらないですけど、で僕も徐々に昆虫が美味しそうに見えてきたので急には変わらなかったです。やっぱりやっぱ食べてみないと分かんない、はい、で食べ続ける、触り続ける、捕まえ続けることでだんだん慣れてくるので、なんか僕はもう自分はもう苦手だからとかもう生理的に無理とかっていう言い方するんですけど、あれいうのも生理的なものというよりはもう文化的なものに近いので徐々に変わっていくし慣れます。慣れのすごさっていうのを一回感じたことがあって、中之条です。群馬の中之条、イナゴンピックっていうイナゴを取って競う大会があるんですよ。数を競うんですか？数とジャンプ大会っていうジャンプを飛距離を競うやつなんですけど、でそこである年に研究会の人たちと一緒に行って、福島からゲストを呼んだんです。で80何歳のおばあちゃんで毎年その1年分のイナゴを取って佃煮して食べてる人なんですね。でその人が本当にもう、ぶっちぎりで優勝しちゃって、もうそこに放たれているイナゴを取りまくるっていう。そうなんです。それ84歳のおばあちゃんが、はい、80歳のおばあちゃんがもう20分ぐらいで140とか取って、で僕としてはもうパッといったら逃げられちゃうし、藪の中に隠れちゃうしで入賞すらできなかったんですけど。何匹ぐらいなんですか？僕が、70弱ぐらいですね。でもそれくらい取れるんですね。頑張ったんですよ。汗だくになってそうなんですけど、そのおばあちゃんが後から一緒に同行してた撮影の方がいたんで動画見せてもらったんですけど、本当に茶摘みみたいなんですよ。もう飛んでから捕まえてはいけないと。茶摘みみたいな飛ぶ前のイナゴを見つけてつまんで入れるんだっていうふうにおっしゃってて、で我々素人は飛ばないとイナゴだって分かんないじゃないですか。もう隠れちゃってるので。そうか、草の中にこうやって入れるやつを使そうです。入れるやつの中で飛ぶ前のやつをピックアップするので汗だくにもならないし、ただ本当につまみ上げてるだけなんですよね。だからつまりどこにいるかっていうのも分かってるんですよね。見えてるんです。イナゴの。はい。だから目がそういう慣れてるんですね。そうですね。でそこへとにかくまず最初にバッと行っちゃう。はい。でそこで一匹一匹どんどんつまんで取ってつまんで取ってつまんで取って、そういう行動をするので無駄がない。無駄がなかったです。すごい。はい。そうするとやっぱ人間まだまだいけるなと。まだまだいけるし。極地に達するならこれかなり厳しいと思いますよ。でも一回そこ行っちゃうと80代まで使えるわけじゃないですか。まあ確かに。スキルとしてはかなり長持ちですよね。なのでぜひぜひと思って僕はそこで目指す。はい、スキルの探求は怠らないように頑張ってます。あそこは本当にたくさんいましたよね。そうですね。いっぱいいましたね。でそれすごくイナゴンピックって面白かったので、で東京でもやろうと。東京でできます？
東京で今3年目になりますけど、うん稲子今年もやるんですか？僕まだ参それで加してます。やってます。やりたい。家のそばでその無農薬の田んぼがあって、そこで数は取れないんですけれども、親子で集まってまず第一分たくさん取る、で何で自分のアスリートにながらでジャンプしてもらう、で距離で競う、でそれが終わって表彰して、あとは取った稲子を美味しくいただくっていうのをね3回ぐらい3年ぐらいやってます。いいですね。出てきたらこれをね全国的にこうあっちこっちでそうですね。地区大会が予選までやっちゃうみたいな。ミラモンピック全国大会。だいぶ場所でハンデつきません。確かに。場所のなんでちょっとこうす少しごいで考えてすよ。で全国大会をやってっていうな、面白そうですね。それをぜひやりたいなっていうのは夢で、私も参加したいですそれは。もうぜひ主催していただいて主催者になっていいただいややりたいですね。面僕白そう。もエントリーしたいです。てですね、稲穂ってミラモンピック。大変面白いと思います。はい。というのも良かったですね、稲穂は。本当に出会いがね。そうですね。でもやっぱりその昆虫食の根底とかみんな慣れるところは結構稲穂っていうのが多いですね。で稲穂ってやっぱり日本の昆虫食のね、一番のこうもともと稲穂っていうのは稲作と同時にね食べられてきたので、誰しも稲穂食べるねっていうのは稲子ぐらいだったらっていう人多いですね。共通認識があるわけですよね。確かにそれ不思議ですよね。稲穂は食べられるけど、バッタはちょっと、コオロギはちょっととか。同じですよね。いうかな。稲穂食べれるんだったら殿さんは食べたら絶対美味しいし、美味しいっていうか食べがいがあるしね。そうですね、食べ応えがある。汁本度を満たせるし。そのままったり佃煮作ってみたいですけど、結構いい感じの食べ応えですね。ワカサギの甘露煮みたいな、ぐらいのボリュームがあって。ボリューム感ありますよかったです、あれなかなか。そうなんです、あれも良かったです。その稲子狩りみたいな形でね、そういう今休耕田が多いんで、そうですそこを囲って稲子を育てて、みんなでイチゴ狩りじゃなくて稲子狩りをしようと、そういうのもねぜひやりたいなと思ってますけどね。そういう先生いらっしゃいますよ。またつながりますので。そうです。稲子狩りって聞いたら今すごい頭の中が稲子狩りとイチゴ狩りって聞いたら稲子は昆虫だよなと思ったら果物を狩るみたいに言うからちょっと不思議な気持ちになりました。そうですね、稲の子供なので。ですよね。一日違うだけです。確かにだいぶ見た目は大きいです。収穫物と栄養を考えたら割とそんなに実とか果実と昆虫ってそんな変わらないような気がします。変わりますか？まあ変わると思いますね。そうですね。でしょっちゅう言ってるんですけどなかなか流行らないんだよね。流行らないですね。イナゴっていうのは非常に高タンパク低脂肪。そうです。昆虫の中でもすごくそうなんですよね。現代人の日本にはぴったりなんですよね。健康的に痩せる。はい。ダイエット。ハイプロテイン。そう。だからイナゴダイエット。ああいいですね。いいと思います。というのをずっと昔から言ってるんですけど、なかなか蔓延しないんですよ。取るのに運動できて食べてで美味しく食べてスマートに。そうですね。自分の家でも育てられたらいいですね。そうですね。養殖も実はとある場所で始まってます。だから一家に一部屋ぐらい稲子部屋みたいなあって。そうなんです。僕も昔バッタですけどそれやってて。それ日本でですか？日本でです。日本にまだラオスに行く前の時にゴキブリとバッタを育ててて。それ一部屋でその一部屋は全部。バッタ部屋にしてました。放し飼いですか？放し飼いです。さっきの洗濯ネットを使ったやつで。それでそこまで奥さん許さないんじゃないですか。部屋全体は無理でしょうね。逃げ出すとダメなんで。そうですよね。でバッタ育てて生ゴミ我が家から出る生ゴミをゴキブリに食べさせて、でゴキブリの糞をプランターに戻して、でそのプランターでバッタの草を育てるっていう。もうじゃあ家の中でも全部その循環していく。循環していってっていうのをちょっとやってました。それ何匹ぐらい育てたんですか？バッタの方は多分維持してたのは200頭ぐらいですね。常に入れたので、ゴキブリの方は1キロ。1キロ？はい。妻と僕の2人の生ゴミを処理できる数を増やしていったら結果的に1キロになりました。3000とか5000頭ぐらいかな。すごい。すごい量だね。でもそれがなんか未来将来的にあったら面白いですよね。家庭菜園的な感じで。そうですね。だから昆虫はそういう意味で一番ね
家でもできるかはいね、確かに牛とか豚は家ではちょっとなかなか難しいです都内とかでも買えますもんね。で家で牧場ができるのはね、あ、面白い。確か30に。ぐらいなので、そうです家の牧場って面白いですね。なんかベランダでハーブ育てたりみたいなあそんなあ。感じのノリで昆虫もやってくれるといいですよね。トマトを育てようみたいな。そうですそうです家庭菜園レベルでそれ面白いですね、確かに。でなんかいざ災害あっても、ね、タンパク質はなかなか基準量までいかないんですよ。確かに炭水化物は炭水化物ありますけどね。そうですそうですだから飼ってれば、でそれをだから目安として3日分ぐらいですかね3日分そう流通がはい回復するまであるといいですよね。確かに非常食としてもいいですよね。はい何より癒しになりますもんね、彼とか。チャンネル登録待ってます。